皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回は機動戦士ガンダムシードよりフルメカニクス100分の1カラミティガンダムを全塗装していきたいと思います。メカニカルな衣装を追求した高密度なディティールと組み立てやすさを両立するこのフルメカニクスシリーズ。そのシード系第一弾として完全新規造形で登場したのがこのキット。このシリーズとしては鉄血のオルフェンズに続く機体ですね。HG と NG のいいとこ取りと称するこのシリーズ、作るのは初めてですが、今年ガンダムシード放送から20周年ということで気合い入れて作っていきたいと思います。それでは行きましょう。本編に入る前に、このチャンネルはできるだけ最新のプラモデルやガンプラを組み立ててレビューしたり全塗装に挑戦しています。映画先行のハサウェイで登場するクスイガンダムなど塗装動画もアップしているので、ご興味ある方は他の動画もご覧ください。そして右下の登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは動画をご覧ください。早速箱を開けていきます。中身はこんな感じですね。ランナーはそれほど多くはないですね。A ランナーの色プラがこちら。グリーンやイエローがしっかり色分けされてますね。造形も細かい。そしてこのパーツ、どうやって成形したんでしょうか。ディティールがすごい。その他カメラアイのクリアパーツ、オイルシール、マーキングシールが付属しています。水転写ではないのは残念。説明書は冊子状になっていますが、ページ数はそこまで多くない印象です。それでは作っていきましょうか。早速ランナーからパーツを切り出そうと思うんですが、このニッパーの切れ味が悪くなってきたんですよね。なのでこの新しいニッパーを買ってみました。角田の細刃ニッパー先細タイプらしいです。様々なニッパーを販売する工具メーカーのゲートカット用ニッパーです。グリップが非常に持ちやすく、刃先も綺麗に仕上がっています。切れ味の落ちてしまったニッパーと比較してみます。問題なく切れますが、刃が綺麗に抜けない気がするんですよね。新しいニッパーはサクサクストレスなく切れますね。これを使ってサクッと切っていきましょうか。続いてパーツを2度切りしていきます。使うのはオロクスさんの片刃ニッパー。切り出した胸部パーツがこちら。組み立てている間にこの機体についてざっくり説明を見ていきましょうか。第2期 GATX シリーズの1機で砲撃戦使用機。初期 GATX の1機バスターのデータをもとに国防連合企業体によって開発された。視野の広い後方からの支援砲撃を主任部とする機体性能から指揮官機としての性能も備える。重量級の機体だが各部高出力スラスターにより高い機動性を備え地表、水上をホバー移動することも可能。劇中ではオーブモビルスーツ部隊を壊滅へと追い込み、厄災や疫病神を意味するカラミティの名にふさわしい戦果を上げる。パイロットはブーステッドマン、いわゆる強化人間であるオルガ・サブナックが登場。後方支援機なのでブーステッドマンの中でも比較的冷静なオルガが乗ることになったんでしょうけど、登場初期はビームしすぎてエネルギー切れ起こしちゃってクロトにバカにされてましたよね。そんなこんなで胸部が完成。 MG みたいに内部フレームはないんですが、非常に情報量が多い作りになってます。可動も腰を前後左右動かせるようになってます。腹部にはイージスガンダムにも装備されていたスキュラがあります。パーツ分割がしっかりされているのでカラミティ感がすごく出ていますね。いや、非常に素晴らしい。パチ組が完成しました。色分けは完璧、合わせ目ももちろんありません。ガンダムの中でも数少ない緑色が多く使われている機体ですが、この状態でもいい色合いでまとまってますね。情報量も完璧です。
バックパックのビーム4シュラークはボールジョイントではないですが結構稼働します。腕は二重関節になってるし、手首も二重に動きます。武器はバズーカ砲のトーデスブロック、ドイツ語で死刑台の意味らしいです。そしてシールド、このビーム砲はケーファーツバインという名前です。全体を見るとこんな感じになります。作りやすいキットなのに細かいディティールが施されているので、このままでも十分なクオリティです。主役機ではないのにこの力の入れようです。シード放送20周年というのは本気度がわかりますね。早速この重量感あふれるキットをかっこよく作り上げていきたいと思います。それでは行きましょう。最初にヤスリ掛け表面処理を行っていきます。使うのはこれらヤスリ類。気になるのはこの腕にある凸モールド、そこにゲート跡があります。この手首にもありますね。ここは処理がめんどくさいのでパーティングラインごと削ってなくしちゃいます。ゴッドハンドの面出しヤスリやスポンジヤスリで整えていきます。こんな感じで800番までのヤスリをかけてきれいにしていきます。処理前後を比べるとこんな感じです。ディティールが寂しくなりましたがきれいになりましたね。同様に手首のパーツも処理していきます。こんな感じでしっかり面を出していきます。腕全体が終わりました。ディティールダウンにはなってしまったんですが、こっちの方が気持ちいいですよね。続いて肩のパーツ、複雑かつディティールが多く作品の目立つ部分でもあるのでしっかり処理していきます。こういった丸みを帯びたパーツのパネルラインも彫り直していきます。使っているタガネは持ち手が丸くなっているので着替えている途中で方向が変えられます。なのでこのカーブしたパネルラインの彫り直しがしやすいです。とてもおすすめです。そしてへこんだ丸いモールドにはこちらのルーター用の丸いビットを使います。こんな感じでグリグリ回します。一番左が彫った後なんですがモールドがくっきりした気がします。リベットモールドもピンバイスで穴を開けてからこのビットで面取りをしていきます。左が処理後、右が処理前です。動画では分かりづらいですが塗装を重ねていくとこの処理の効果が効いてくると思いたいですね。ヤスリ掛け表面処理が終わったんですが少しだけディティールアップしたいと思います。こういったモールド部分ですね。この部分にプラチップを埋め込んでいきます。その時に活躍するのが筋彫り動産の RP カッター、プラスチック用の裁断機ですね。チョッパーとも呼ばれていますね。最適な幅のプラ板を用意して切っていきます。これもこのカッターで簡単に作れます。このカッターは上と切った先がしっかり固定されているので切り口がまっすぐ切れます。もちろん簡単に大量生産できます。いやー便利ですね。早速モールドに埋め込んで接着剤でくっつけていきます。流し込み接着剤を流してこんな感じになります。寂しくなった腕のパーツにもつけてみました。接着剤が乾いたら必要に応じてニッパーでカットしたり表面を整えます。すべての処理が終わったらパーツを洗浄して塗装に移ります。まずは下地の塗装から。内部フレームの下地はこのナスカメカニカルサーフェイサースーパーヘビーを使用します。スカートの裏打ちパーツを塗装していきます。
もともとはライトグレーのパーツなんですが、ちょっと暗めに仕上げたいと思います。サーフェイサーを拭くとかなりディティールが細かいことがわかりますね。黄色や赤の下地はこのナスカピンクサーフェイサーを使用します。こんな感じですね。黄色のパーツはこのミスターカラー応答色で塗っていきます。サフのおかげでいい感じに発色していると思います。赤のパーツはこの MS06S の赤で塗っていきます。ちょっと小豆色っぽい色ですね。暗めの赤です。そしてメインカラーのブルーグリーンのパーツはガイアカラービリジアングリーンとミディアムブルーを調色したものを塗っていきます。グレーのトロカップ上はこんな色になってますね。早速太もものパーツに塗っていきます。エアーでホコリを払ってからゆっくりエッジの部分に乗せていきます。グリーン系の塗装はあんまりしたことがなかったので挑戦的な塗装になりましたね、今回の作品は。仕上がりはこんな感じになりました。ブルーグリーンっぽいんですがちょっと緑が濃い気がしますね。でも意外といい色合いですよね、この色。どうでしょう。続いてダークグリーンのパーツを塗装していくんですが、ビリジアングリーンにエボブラックをなぜか混ぜてました。本当は EX ブラックを混ぜたいところだったんですが、動画を見るまで気づきませんでした。なぜか光沢塗料なのに表面がざらつく仕上げになっちゃったんですよね。塗料をドロッパーボトルに移すのはいいんですが、名前をしっかり書かないと間違えちゃうんですね。エボブラックってちゃんと書いてあったんですけどね。なんかボケてたみたいです。はい、こんな感じ。やっぱり表面がちょっとざらついてんですよね。続いてライトグレーのパーツを塗装していきます。使うのはニュートラルグレー2にミディアムブルーを混ぜたものを使います。このマスキングしたパーツに塗っていきます。下地は先ほど使用したメカサフスーパーヘビーです。ブルーグレーのパーツも同じく塗り分けていきます。ビリジアングリーンにこの MS ライトブルーを混ぜたものですね。この部分を塗り分けていきます。ほぼ同じビリジアングリーンを使用しているので同じ色にならないように調色を頑張ってみました。はい、さっきのグリーンと何が違うかわかんないですね。なので早速マスキングテープを剥がして確認したいと思います。やっぱりマスキングテープを剥がすのは楽しいですよね。ちなみに白いテープは曲面用マスキングテープです。はい、こんな感じです。意外と塗り分けできてましたね。こっちの方がカラミティっぽい色ですね。このシュラークの部分のマスキングもしてました。こんな感じでマスキングを剥がしていきます。墨入れでもいいんですが塗装だともっと綺麗に仕上がりますよね。こんな感じでパーツ分割で中のフィンが見えてるって感じになってます。いい感じですね。腰の部分はこんな感じ。エアブラシによる塗装はこれで終了。続いて部分塗装を行っていきます。ディティールが細かいこの裏打ちパーツには前回も使用したドライブラシという手法をやっていきたいと思います。ウェザリング用ブラシに水性ホビーカラーのシルバーを取ってキッチンペーパーで塗料がつかなくなるぐらいまでこそぎを落とします。こんな感じでさっさっさっさと塗っていきます。ドライブラシは塗料があんまりつかないので失敗しづらい方法の一つですね。とても便利な手法ですね。はい、こんな感じです。しっかりと陰影がついた塗装ができます。ドライブラシとてもいい手法ですね、やっぱり。肩の裏のヒートシンクも同じようにしています。膝関節もこんな感じでいい感じになってます。続いて下出るカラーで部分塗装を行っていきます。まずはリードベルチャーを使って塗装します。原液をパレットに取って水で希釈します。表に出てくるこのフィンの部分に塗っていきます。
下出るカラーは匂いが全くしないので、部分塗装にはとても適した塗料になっていると思います。はい、こんな感じです。このパーツのフィンの部分にも塗りました。これでもいい感じだとは思うんですが、ここに陰影をつけていきたいと思います。使うのは下出るカラーのシェードカラーですね。このカラーはスミレみたいな塗料なんですが、全体に塗ることができます。そして隙間の方に選択的に入っていくので陰影がつくという塗料になってますね。はい、こんな感じですね。下が塗装前、上が塗装後です。しっかり陰影がついてかっこよくなりましたね。続いて下出るカラーのメフィストンレッドを使って先ほど埋め込んだチップを塗装していきます。レッドポイントっぽく塗装していきます。かなり細かい作業になると思うんですが、先に塗装したチップを埋め込むって方が楽なんでしょうかね。どうなんでしょう。はい、こんな感じです。墨入れは水性ホビーカラーと薄め液、そしてマジックリンで行います。マジックリンを入れることで墨がスーッと入っていきます。エナメル塗料が苦手な方はこの方法がおすすめですね。最後のディティールアップをしていきます。このシュラークのフィンの部分ですね。こちらにこの長谷川さんのカッパーミラーフィニッシュを貼っていきたいと思います。適当に切り出したシールを適当に貼っていきます。このシートは曲面追従シートなので、このように爪楊枝などで押し付けてやるとしっかり貼れますね。このシートは普通の塗装と違って簡単に金属調が出せるので、とても便利なシートになってます。貼り終わったら余分な部分をデザインナイフでカットしていきます。ペロッと剥がして完成ですね。はい、いい感じのディティールアップになったんではないでしょうか。最後にデカールを貼って完成させていきたいと思います。今回使用するデカールはガンダムホビーライフに付属していたこのデカールを使っていきたいと思います。ここに地球連合軍のデカールがあったのでそれを使います。マークセッターをちょん付けしてデカールを貼ります。綿棒で圧着させてこんな感じになります。最後にトップコートを拭いて完成です。はい、ということで完成しました。今回トップコートは半光沢で仕上げました。まず足から作っていきましょう。シード系ガンダムにしてはマッシブでずっしりとした下半身ですよね。後ろの隙間から見える内部フレームのドライブラシもいい感じです。次に上半身。下半身とは裏腹に肩の丸みを見たパーツのおかげでとてもスタイリッシュですよね。上半身と下半身をつけて頭部をつければ本体の完成です。めちゃくちゃかっこいい。ちなみにボディの脇の部分と前腕部にもカッパーミラーフィニッシュを貼ってます。そしてこちらがバックパックのシュラック。せっかくなので付属のマーキングシールを貼りました。意外とマークセッターやトップコートで処理すれば違和感ないですね。いかつくていい感じです。本体に装着すれば完成ですね。色合いも緑すぎたかなと思ったんですが、うまくまとまった気がします。トーデスブロックは内部フレーム同様ドライブラシ仕上げにしてみました。どうでしょうか。シールドはこんな感じです。こちらも長谷川さんのチタンフィニッシュシートというものを貼ってディティールアップしてみました。どうでしょう。はい、こんな感じで仕上がりました。普段ガンプラでは使われないような緑がメインカラーなんで塗装が不安でしたが、そこそこまとまったんじゃないでしょうか。ここまで長らく見ていただきありがとうございました。最後にターンテーブルでポージングを決めているので見てください。ガンダムシードフルメカニクスカラミティガンダムです。
はい、今回は機動戦士ガンダムシードよりフルメカニクス100分の1カラミティガンダムを全塗装してみました。いかがだったでしょうか。そこまで手を加えていないですが、元々のディティールのおかげでかっこよく仕上がったと思います。店頭ではなかなか手に入らないですが、プレ版でも買えるキットなので皆さんも購入してみてはいかがでしょうか。そしてガンダムシード系のフルメカニクスシリーズは今度上海のフリーダムガンダム立像バージョンが出ますよね。ぜひ購入してこのカラミティと並べて劇中を再現してみたいです。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。